皆さん、こんにちは。そうくんです。久しぶりの日本語の動画で台湾の話をしたいと思います。最近のニュースには台湾の話が結構出てきていると思います。この飛行機が侵入の事件なんですけど、このタイトルを台湾防空圏中国軍機8機侵入というタイトルを見たが、私は思ったのは軍機が台湾の上に飛んでいたって思ったんですけど、実際に起きたことは、いわゆる台湾の防空圏の、あの、片隅しか取ってないんですよ。で、もううちも日本に結構長い時間に住んでたので、これが起きた時は、まだ覚えてるんです。これが多分、左の方がもっとやばくて、右の方は多分台湾にはそんなにやばくないと思います。とにかく台湾に関して日本のメディアは何をやっているのかちょっと思ってました。ので、この動画を作りました。とにかくこの動画の趣旨は、あくまでも私たちに理解してほしいです。同意しなくてもいいんです。ここの話は。で、今日話したいことを大体大陸で台湾をどう見ているのか、建国後の台湾歴史で、あと今の台湾の政治のどんな状態だったのか、あと台湾の未来をちょっとだけ予想したいと思います。で、最初に台湾人について。台湾の人口は実は、首都は福建省と江東省から来た人たちで、この人たちは今の台湾人口で85%だそうです。うん、で、それに加えて国民党が共産党の内戦が負けた時、台湾に人が移民してきたんです。これは主に当時の軍の人とエリートの人たち。これが今台湾の人口の10%くらいです。大陸ではいろんな政治運動があって、文化大革命とかもあったので、こういう文化の社会の時々破壊的な改革が、台湾にはなかったので、より古い昔ながらの中国っぽいかもしれない、良くも悪くも。で、右の写真は今のいわゆる台湾の大統領の蔡英文さんがお寺の行事に参加している姿です。うん。あと台湾には原住民がいます。ただし原住民が結構人数が少ないです。で、大陸での少数民族は7%くらいいるんですけど、台湾では3%くらいです。で、大陸で台湾人への態度は基本的に台湾が中国の一部で台湾人が同胞。基本的に教科書がそう教えているので台湾に好感を抱く人が多いです。その代わりに台湾の美しくないこと、政治のそういうことは学校ではあんまり教われないんです。とにかく自分が中国人だと認めない台湾人に対してはこの好感がないんですけど、やっぱり大陸に行く台湾人に行くのとね、基本的に自分中国人と認める人が多いと思います。全部そうでもないと思うんですけどね。うん、で、続いて台湾の民主制度についてなんですけど、この年において分かれていると思います。年上の世代ではね、多少文化大革命や改革開放の初期を経験してきたので、台湾側の政治にある程度批判的な態度を持っていて、西側みたいな、アメリカみたいな自由主義民主に憧れを持つ人もなかなかいると思います。アメリカぴったりじゃなくても、個人の自由とか言論の自由を増やしたい人がなかなかいると思います。やっぱりその時の状況がもう一回起きるのが怖いかもと思います。うん。それに対して若い世代、絶対的にそうじゃないんですけど、自由主義民主という政治制度への憧れが比較的に少ないと思います。やっぱりその制度がやってなくても単価の経済発展が進んでいるのが彼らが目で見ている現実だから海峡の向こうの裕福にはある程度憧れがあると思いますが、単側でも頑張れば
めっちゃ頑張れば、それくらいの生活も可能だと思うので、政治を変えるよりもっと稼げるための努力が現実的なので、そんなに政治的な理想がないと思います。ここで最後話したいのは、いわゆる台湾いじめ問題。この単価が見ると、基本的に中国と外交を結ぶ前提が台湾と大陸が同じく一つの中国に属するいわゆる一中原則ですね。で、この前提で実は台湾から見ると台湾がある程度の自治と独立外交をしても問題はないんです。で、いつ問題が発生するのというと、台湾が、あるいは外国の政権が、何らかの名義で中国を分裂させようとする動き、あるいは何らかの動きがあると、その反発が生まれるんです。で、よく取り上げられるのがその反発で、そして日本や西側のメディアには大体のその反発の原因を報道してないので、だから台湾がいじめを受けた、他の国台湾のせいでいじめを受けたように見えるだけです。続いて台湾の歴史について話したいと思います。この歴史は基本的に3つの、2つの時代に分かれて、その中に過渡期があると思います。で、1つは国民党独裁の時代。で、2つ目は、台湾の民主化の時代です。この歴史が結構複雑で長いので、ここではあくまでも台湾の現在を理解するための大事なところだけピックアップしていきます。国民党の独裁時代はどんな時代だったというと、これが台湾に逃げた、戦争に負けた国民党は内部の反乱者を抑えるために台湾で独裁で高圧な管理をしていました。その内部の不満を抑えるためですね。なので、これが白色恐怖時代とも呼ばれているんです。この時代では個人の自由が剥奪されています。でもそれとともに経済が結構高速的に発展する時期でもあったんです。これはアメリカからのサポートもあったんですけどね。でもとにかく80年代の台湾、一つの省だけで大陸全体の GDP の 40% ぐらい相当だったんです。それぐらいお金持ちだったんです。書いて言うと大陸はそれぐらい貧乏だったんですね。この時代の国民教育にでは、実は、国民党が自分こそが真の中国政府と主張していて、国民にそれを教えていたんです。最初はアメリカの指示で中国大陸を奪還するつもりだったんです。今も当時に作られた台北の故宮博物院や単価が連れてきたエリートの人たちが作った大学で、北京と台湾に同じ名前を持つものを 2箇所ある感じです。続いて過渡期の台湾について、この時期は大陸で文化大革命が終わってアメリカとの外交を修復し、改革開放が始まって台湾への態度が緩和する時代です。一方、台湾で、国民党独裁への反抗が高まってきて、後ほど民主化へつながっていってます。そして大陸と台湾の海峡を越えた交流が始まる時期でもありました。改革開放が始まった後、台湾の企業が大陸に投資することができるようになりました。大陸では、少なくとも改革開放の初期では、台湾の資本が外国より優遇を受けているようになっていました。その時の政策、台湾独特の政策がありました。それに乗って台湾の資本が大勢に大陸で企業や工場を設立していました。この投資は台湾にも大陸にも大きい経済利益をもたらしていました。今でも中国の即食麺のトップの1位と2位が両方台湾のブランドです。ちなみにこの即食麺は日本でも買えるので、興味ある方はぜひ味わってみてください。多分 Amazon でも買えると思います。この時期は本当に台湾が最も存在感があった時代、改革開放の初期は。大陸の人々が
外の裕福な生活を見えるようになりました。その目で、文化の交流のおかげで、その中に台湾が文化が近いので、すごく人気になりました。私も個人もそうなんですけどね、子供の頃台湾の、PC ゲームを遊んでて、台湾の音楽を聴いて育てられたと言っても、うん、そうですね、うん。日本もある程度そうだったんですけど、でも今だと大陸が経済発展してて、このギャップは、埋めています。最後の時代は台湾の自由主義民主化の時代です。これの初めは1990年、当時のいわゆる大統領の李登輝さんが学生運動に応じて台湾の政治制度を改革しました。これは台湾の民主の意見を受け入れて、今までの、政府の独裁政治への反省に見える。でも一方、当時の政府内の台湾から移民したエリート層の、政的の権力を削る動きとしても見えます。やっぱり政治の争いは、闇が深いので、うん。そして90年代から台湾の歴史教科書がどんどん変わっていました。例えば台湾史が独立の一冊となって、そして中国史の幅がどんどん削られて、今だと台湾史だけで3分の1になっています。なので、中学校で3年間の間に、台湾史が1年、中国史が1年、世界史が1年みたいな感じです。そして教科書の中に中国のことを我が国と呼ばなくなって、中国がよそ者扱いみたいな感じにされていました。国語の方では、現代語に行くのと台湾の作者の方が圧倒的に多いです。古典の方はまだまだ大陸とほぼ同じです。そしてこの教育が台湾の若年層の思想に大きな影響を与えているとよくされています。私もそう思っています。この時代の統一の進捗は、ほぼないと言ってもいいんですね。李登輝と陳水扁蔡英文の時代では、タンクとの関係が悪化しているんですけど、公的に独立しようとしてもないんです。アメリカが止めているからの原因もあると思います。で、馬英九時代では、短期との関係が改善されるのが、それは主に経済的に、統一への努力が弱い、私からそう見えます。なので、この時代は基本的に現状維持の時代だと思います。で最後に面白いと思うのは、単価の文化輸入が、始めました。この原因は単価の文化産業が発展してました。経済の発展とともに、単区での中流階級の規模が爆発的に成長してました。それによって単区側の創作者数も、一番の規模も結構成長しているので、大陸側ではより激しい競争があって、より多い番組とかを作るとき予算を出せるようになっているので、よりいいものを、作れるようになっています。このせいで台湾の文化産業が、単側がやらないかできないニッチに偏る傾向が見えます。で、右に出ているのは大陸のクリエイターで YouTube でチャンネル登録数68万。結構すごいです。台湾だと、一番多いのは100万、200万くらいかな。なので68万は結構すごいと思います。そして下の動画の下のコメントも大体反対字で書かれているので、多分台湾人が見ていると思います。少なくとも半分以上はそうです。そして台湾の現在の状態を話したいと思います。ここは台湾の現在の民意です。2021年6月です。台湾人のアイデンティティは、中国人ではなく台湾人であると認める人が6割。これはどんどん増えています。そして中国人であって台湾人であると認める人が3割で、この人数があんまり
最近はあんまり変わってはないですね。そして統一に対する考えは、現状維持が5割で圧倒的に多いです。で、ちょっと気になるのは、独立しようとする人が3割、今すぐ独立と現状維持してから独立の両方が含めています。で、統一したい人が1割です。台湾での今の政党支持率は、2011年年末の時点では民進党が 25% で国民党が15% で、第三勢力という台湾民衆党が15% です。民進党はすごく中国が怖いと宣伝しているので、すごく民意を買っています。でも、蔡英文さんが公的に示した立場は、中華民国台湾がすでに独立な国家であるので、強いて言うと、独立派じゃなくて、独立に偏る現状維持派と思います。でも本当にここの5割の現状維持は永遠に現状維持、そして現状維持してから決めるの人だけで5割なので、独立に偏る現状維持は本当に台湾の主流民意とは言えないんです。そして進歩主義の影もあると思いますが、民進党が西側のメディアでは大体ポジティブなイメージで報道されています。同性愛の人がもう結婚できるようになったのはいいことだとは思います。そして国民党は、若年層からの支持が極めて少ないので、どんどん弱くなっているんですけれども、またまた相当の実力と財力を持っています。そのルールをよく利用しているので、まだまだ実力を持っています。でそして、台湾民主党という第三勢力は、やっぱり政治に注目しすぎる国民党と民進党に飽きた人たちから出てきた勢力です。で民主党は、台湾の中国との文化的なつながりを持つ事実を認めながら、大陸からの尊重も求める。これは基本的に、政治じゃなくて、経済や人々の福利厚生をまずやりましょうというのが立場です。で、香川は全台湾から見ると民意があるんですけれども、地域に集中していないので、バラバラな状態なので、地方の選挙ではあんまり勝ってないんです。なので、しばらくは、第三勢力のままにいるだと思います。最後にやっぱり統一に関して、まず皆さん一番気になると思うのは、台側から戦争するのかということですね。近年では実は台湾独立を掲げる民進党政権に対して台側での不満が増えてきたのは事実と思います。そして統一戦争を想像するコンテンツもたくさん出てきて、再生数から見ると、注目されるのもわかります。でも私の考えだと、あくまでもこれは一部の人の不満を解消するためのエンターテインメントに過ぎないと思います。戦争を想像するのが楽しいかもしれないんですけど、実際にやるのは全く別のことなので。そして大陸側からの公的な態度は、ここを探したのは2019年の習近平の台湾同胞に告げる書の40周年の談話、ですけど、この中には平和が38回出てきて、いろんな具体的な話が出てきました。それに対して武力は1回しか出ていないんです。これ残念なことなんですけど、日本の西側のメディアはこれに対して武力の部分しか報道していないんです。だから中国は武力をやろうというふうに報道されてしまっています。でも、それは私から見ると、事実ではないと思います。あくまでも私たちの態度は、武力を諦めることは約束できないです。武力を使うぞではないです。で、実は今までの態度と大きく変わっていないと私は思います。台湾の未来がどうなのか、私の想像の中だと、一つは戦争が起きる未来で、もう一つは戦争が起きない未来。で、戦争が起きるのは、やっぱり、中国とアメリカの関係が悪化して、台湾がアメリカの支持で独立、あるいは台湾が何らかの、やっぱり台湾から独立さすがにしないんじゃないかな。
うん、アメリカからの信じがないと、とにかく戦争が起きるとします。台湾が独立したら必ず戦争が起きると思います。うん、で、この場合はやっぱり、中国が勝つかアメリカが勝つという2つの状況があります。で、中国が勝つ場合は台湾が一国二制度の特別行政区になると思います。で、そして、民進党みたいな国家分裂を目指している政党が違法になると思います。ただし、この結果として大確率で欧米からの制裁を受けると思います。経済的な制裁を受けると思います。で、そしてアメリカが勝つ場合だと、台湾が名義上に独立の地位をやると思うんですけれども、実質やっぱり中国にすごく、マジですごく近いからので、実質アメリカのすごい支持を得ないと何もできないので、実質アメリカの付属になってしまう可能性があると思います。2つ目の戦争が起きない未来の私の想像だと、やっぱり遠い未来の経済や文化の発展の比べになると思います。台湾がもしいつか中国のルーツを離れて独自の文化を作って、そして大陸側の民、やっぱり台湾がすごく変わっているので、じゃあもう向こうはもう中国でなくなっているとみんなが思っている場合は、独立が成功しやろうと思います。で、そして、もしタンク側の発展が今までのように続けていて、そしてタンクとの交流が、続けられる場合は、うちは最終的に両方が統一を納得できるような状態になり得ると思います。基本的に戦争が起きるより、こっちの方が私は台湾側に対しても、タンク側に対しても、よりいい未来だと思います。とにかく今日話したいのは以上なんで、ご清聴ありがとうございました。